かわいい。いいか。いいかな。はい、ババンババンバンバありがとう。ババンババンバンバありがとう。ババンババンバンバありがとう。ババンババンバありがとう。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様とは楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。ねえ、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、三毛猫のたまちゃん、チャトラのマサルくん、グレーのぐちゃん、白茶のゆりさんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。ねえ、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりませんので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい、今日は全員ね、かろうじて映ったな、神回でございました。で、今はタバちゃんしかおりませんけどな。今日は結構涼しいからか、なんかわかんないけど、割と食べたかなっていう感じだったんでね、お皿が空になってたので、今日は新しいカリカリをね、出してあげましたよ。ピヨンさん、スイカの端を、漬物にするのって、考えたら不潔よね。どうなんだろうね。家族が食べたのを漬物にするのはちょっと嫌ですけど。自分が食べたものだったらな。で、しかもほら、その、口つけたところは、使わないというか、洗って、でね、身のところは剥いで、で、残ったところを、食べるっていう感じだからな。ただまあ、最近のスイカ皮薄くてね、全然そんなんしなくてもいいかなって感じだけど、昔はな、その赤い部分が少なくて、この白い部分が多かったからね、これ捨てんのもったいないなってなるから、そういうこともできるけど、今皮薄いからな、その食べられる部分を剥いじゃうと、もう残りないんでね、別にそこまでする必要ないかと思って、最近は全然ね、そういう考えに至らないけど、昔はな、捨てる部分の方のがさ、食べるところよりも多くて、もったいないなと思ってな、そんな感じだったかな。はい。
で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、を食べたかな。あ、意外と残ってる。これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がもう残ってんじゃん。この番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティスクタン。ジャスティス。今日は塩入りの際。歌は芝がないからな。歌っちゃったんだな。これほら。だから全部で4粒で、細かくなってんのを合わせると4.5粒ぐらい残ってんだけどな。シーバーをさ、お皿の周りに塗ってやったわけよ。で、それ舐め取っちゃって問題だからさ、どっか行っちゃったな。みんな、なんか満足してね、お顔を洗っておりますよ。美味しいもの食べた後は顔洗うんだよね。美味しくなかった時は顔洗わないんだな。はい。てんたまさん、今夜もジャスティース。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソは本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ゆうさん、こんばんは。ボンソは。京子さん、藤子さん、皆様、ジャスティース、ありがとうございます。ピヨンさん、ジャスティース、なんだかみんないろいろと美味しそうなものを飲んでる感じだな。そういえば今日はちょっと塩入れすぎた。ちょっとしょっぱかったなって感じね。今日は割と涼しかったからね。だからポットの中に残ってるお湯も、まあそんなないし、まあだからといって寒いわけじゃないからね。まあ水でもいっちゃいいんだけど、どうしようかなと思ったんだけど、まあジャスティスするぐらいのお湯は残ってたんで、じゃあ今日はお湯にすっかと思ってね、塩入れたら久々になんか塩入れたのかしら。いや、違うか。なんかカップがほら、大きいからさ、コップに比べると、なんかちょっと多めに入れた方がいいかしら、みたいな感じでね。なんか多く入れすぎちゃったかな。今日も順調にしょっぱい塩入りの白湯を飲んでおりますよ。てんたまさん、普通にコーヒー飲んでます。そうそう、今日ね。なんか飲みたいんだけど、何飲んでいいかわかんないなって感じがさ、最近さ、ずっと続いてて。で、今日はまあ少しね、涼しい感じだったんでさ、なんかちょっとだけコーヒー飲んでみたりとかね、してたんで、で、ちびちび飲んでたもんだから、意外となくなってたんだ、今日はお湯がね。京子さん、麦茶飲んでますね。麦茶があるのが一番いいよね。そうそう。で、麦茶で思い出したけどさ、黒豆茶水出しできる黒豆茶ね。なんかいろんな店探して回ったけどなくて、結局最初で買った店で買うのが一番良かったっぽいっていうことが分かったんだけど、クーポンがさ、クーポンがちょうどないんでね、なんか買い渋ってたんだけど、健康食品なんだっけな、化粧品健康食品だったかなに使えるクーポンね、20%引きのクーポンがね、出てるわけよね。で、普段出てる、何でも15%オフ。まあ、何でもつっても、そのね、私が一番買いたいティッシュには使えないんだけど、だから使いたいものがなくて、クーポン出ててもそのお店で買いたいものがなくてさ、なんかあんまり買わなかったんだけど、次ね、行くときはその黒豆茶を買いたいと思ってたんだけど、ただね、化粧品とか健康食品で使える20%オフっていうクーポンもあるわけよ。だからそれらのものは私買わないんでさ、
全然、ご縁がないなと思ってさ、今まで使わなかったんだけど、と思って。だからその食品の棚にあるわけじゃないんだよね、その黒豆茶がさ。だからこれはもしかして健康食品ってことになるかなと思って。それだったらね、その普段だったら何でも15%オフよりも20%オフだからさ、さらにね、安く手に入れられるから、使えたらいいなと思ってさ、で、今日ね、勇気を出して勇気を出して、使えれば問題ないけどさ、あ、使えませんよって言われたらさ、なんか、あ、じゃあいいですってまた棚に返しに行くのがちょっと恥ずかしいから、どうしようかなと思ってたんだけど、でもまあね、安く手に入れられること分かれば、今後ね、その20%引きのクーポン出た時にまた使えるからさ、これ聞いといた方がいいよなと思って、で、ちょっと勇気を出して、これって健康食品ですかねって聞いたら、ああ、そうですねって言われたんで、お、よっしゃやったぜと思ってね、今日は20%オフのクーポンを使って、本当はね、月始めに使えるんだよね、15%オフのクーポンってさ。だから月始めになったら買い行こうと思ってたんだけど、ちょっと一足早めにね、しかも20%オフで黒豆茶をゲットすることができまして。よかったよっていうね、お話でございますよ。そう、もうね、損したり得したり損したり得したりで、トータル的に大幅に損しているんですが、そんな、月ですね、最近ここのところね。えーっと、たまさん、普通にコーヒー飲んでます。読んだ。ピヨンさん、てんたまさん、もかまたりあれじゃないの。なんだっけ。忘れちゃった。最近覚えたコーヒーの名前。トワルコトラジャ。トワルコトラジャを飲んでるんじゃないのか。てんたまさん、この時間は白湯とか麦茶の方がいいですよ。そう、歯磨いた後なんで。歯磨いた後なんでね、この後すぐ寝れるようにさ、なんかそれ以外だったとまた歯磨かなきゃなんなくなっちゃうからさ、めんどくさいんでね。だから白湯とか麦茶がいいよな。てんたまさん、ピヨンさん、スティックコーヒーです。てんたまさん、30本298円のやつを話や。話やだ。ピヨンさん、てんたまさん、AGF かな。てんたまさん、黒豆茶で猫ちゃんの調子が良くなるといいですね。そうだね。てんたまさん、ピヨンさん、ネスカフェですね。22本入りでした。あれ量減っちゃったのかなね、値上がりで量減っちゃったのかな減っちゃった爪伸びてるのかな入れたらな。爪切ってあげないとな。大丈夫でした。大丈夫でしたね。そうで、ね、猫ちゃんの様子で言えば、昨日ね、だから、ぐーちゃんのさ、転換の発作がさ、ね、前回、なんだかんだ月に1回ぐらい発作起きてたんだけど、今月は起きてないからね、これで起きずにね、終えれば、新記録だぜ、なんて言ってたそばから昨日の夜、ぐーちゃんが転換の発作を起こしまして、あ、今月も達成してしまったか、みたいな感じでね、昨日はぐーちゃんの発作で、おとといはゆりたんの発作で、みたいなね、そんな感じでございましたね。そうでね、やっぱり、なんか人間のだけどさ、腎臓には、黒豆茶がいいよなんてさ、動画を発信してる人もいたんで、やっぱり黒豆茶がいいんだな、なんていうふうに思って、でね、そんなん見たせいかわかんないけど、今日はなんか結構健康系、なんか腎臓にいい飲み物とか食べ物とか、なんかね、紹介してる動画が出てきて、で、それをね、見てたわけよね。他にもなんかいい方法あるかしらと思ってさ。
そしたら MCT オイルね。MCT オイルはさ、そのグーちゃんの転換の発作に、なんかね、緩和するのにいいかなと思ってさ、最近取り入れるようになったんだけど、なんかその腎臓にいいものとしても MCT オイルが取り上げられてたから、じゃあこのオイルはちょっとね、しばらく続けてみようかな、みたいな、感じになったかな。ピヨンさん、スティック手軽でいいですよね。持ち運びもできるからいいですよね。てんたまさん、最近は料理でも何でも簡単にできる方がいいと思ってます。まあね、そのまま食べればいいじゃん。きゅうり丸かじりとかさ。そっちがいいんじゃないですかね。京子さん、てんたまさん、同感です。めんどくさがり屋がいっぱいいるぞ。ルイ友だな。ルイは友を呼んでおりますな。暑くなってきたな。扇風機回しときゃよかったな。そうだ、さっき回してたんだけどさ、ここはほら風ないから、なんかちょっと暑いかなと思って回してたんだけど、ただ乾燥、なんでだろう。なんか乾燥してる感じがちょっと辛かったんで、消したんだよね。消したんだけど、やっぱりライブ本番中はなんかちょっと暑いんで、つけときゃよかったな。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ボンソは本日もしぶとくやっておりますよ。ケンタマさん、カニタンさん、こんばんは。ピヨンさん、アントシアニンだね。で、そう、新しく、取り入れたというか、昨日からっていうのかな、そのにゃんこがさ、食べないからね、何あげても食べないからさ、もうしょうがないっていう感じなんだけど、食べないもんは出ないよなって思うんだけど、ただね、朝、うんこの時間なんだよね、通常だと。ただ最近はそのうんこを出すのに、みんな苦労してるっぽい感じだったので、なんかね、もうちょっとうんち楽に出る方法ないかねなんてさ、ずっと思ってて、ゆりたんなんか大騒ぎだしさ、夜中に。夜中に大騒ぎだしさっていう感じなんでさ、なんか楽に出れる方法ないかねなんて思ってたんだけど、ふと、そうだ、猫にも納豆菌腸活だよなと思って、腸活っていうことは猫にも納豆菌あげてみたらいいんじゃないかと思ってさ、で、この前3パックセットの納豆を買って1個食べて、あと2個残ってたんでさ、うちにそうだ、今納豆あるからな。で、納豆食べてても、うちのにゃんこたちはさ、食べたがったりとかしないんで、だから多分納豆あげたところで食べなそうな気がするしさ。で、しかも匂い強いからさ、匂いで嫌だってなっちゃってね、全部食べなくなったらちょっと困るからと思って、納豆あげるのはちょっとやめとこうと思って、で、水でね、湯水でっていうのかな、納豆を湯水で、納豆菌だけね、その水に、溶かして、で、それをさ、おとといは、昨日だっけな、昨日は、朝ね、黒缶をあげてるんだけれども、それにかけてやったわけよね。で、逆に、あ、いい匂いがするから、なんか食べるとか、なんか匂いが変わるから、ちょっと食べるとかするかなって思ったんだけど、なんか全然変わりなく、もう全然変わりなくというかね、全く食べてくれなかったんだよね。もう全然食べねえな、参ったなと思ってさ。で、ほら、真冬ならまだいいけどさ、ちょっと気温上がってきてるからさ、ね、腐るのがちょっと心配なんで、なんか早いとこ食べてくれねえかななんて思ったんだけど、全然食べてくれなくて、夕方になっても残ってて、で、ちょっとね、心配だから、どうかな。捨てた方がいいかな。諦めずに出しとけば食べるかなっていうので、諦めずに出しといたんだけど、もう取り替えろよっていう感じなんだけどね。諦めずに出しといたら食べてくれるかなと思ってさ。
もうずっと昨日はさ、その朝の黒缶で出しといたんだけど、まあ品質的には多分大丈夫だったっぽいんだよね。誰も具合悪くなったりとかしてないからさ。で、まあ最終的にはね、その黒缶も、なくなったんで、まあ、めでたくというのかな。無事、納豆菌は一応みんなのね、体の中に入ったんではなかろうかとは思われるんだけど、なんとなくね、その減る時間が、長くかかったんでさ、ちゃんと、ちゃんとした納豆菌は、届いたんだろうか。しかも、今日のうんこの状態を見ると、誰もうんこしてないんで、なんか便通が良くなったかどうかっていうかさ、ここだったか。なんか見当たらないと思ったら場所違った、ここだったね。ゆいたん、お爪引っかかっちゃうね。もうさ、タオル地のシーツにしたからさ、爪引っかかりまくりでさ、もうボロボロよ。一番うちで新しいシーツのはずなのにな。なんかすげえな。使用頻度がみたいな感じだな。なんだったっけ、納豆菌の話か。で、昨日はちょっと微妙だったんでね。まあ本当だったら、一回さ、菌だな、腸の中に、善玉菌が入れば、その後はね、まあ、菌が増えて、改善していくから、いつもね、上げ続ける必要はないみたいなんだけど、まあ最近の納豆菌はどうかっていうところがあるんでさ、まあもうちょいね、一回だけじゃなくて、もう一泊あるからね、今日も、負けじと納豆菌をあげてみようと思ってさ。で、今日はね、だから黒がんじゃダメだと思って、もう黒がんもったいないから、なんかしばらくぶりにあげればすげえ喜んで食べるのにさ、なんか毎日あげると食べなくなるんだよね。だからもったいないからね、せっかく缶詰だしさ、ね、日持ちするからさ、備蓄にね、できるからと思って、もう黒缶やらねえ。もうあげねえぞと思ってね。で、前にまどかさんにもらった、猫缶のちっちゃいんだけどさ、ツナ缶みたいなやつで、余計なものが入ってないっていうね、にゃんこの缶詰があるんだけど、それをもったいないから缶詰だからさ、備蓄用にと思って取っといたんだけどね。じゃあ今日はね、違うやつ、これがいいかと思って。で、その缶開けて、で、納豆菌を溶かしたお湯と混ぜて、で、MCT オイル入れて、でね、揚げたら、やっぱりね、いつも揚げてるのと違うやつだと、すごいがっつくんだよね。だから今日はあっという間に食べてくれたんで、まあ量もすごい少ないけどさ、スプーン一杯って感じだから量少なかったけどさ、あっという間に食べてくれたんで、今日は無事全員の腸の中に納豆菌は届いたはずだと思ってな。で、その後今日はカリカリをなくなったらあげてっていう感じで、継ぎ足しっていうのはなくなったらあげてね。で、割と食べたんだ今日はな。なので、明日あたりの便通はどうかな。みんなスルッと出るだろうか、みたいなね、感じで、期待してる感じでございます。京子さん、結婚してからだんだん手の込んだ料理を作る時間が少なくなって、気がついたら時短料理ばかりですね。そうなんだろうな。天玉さん、松田さん、すごくよくわかります。ピヨンさん、料理は作りながら食べるにつきます。キッチンドリンカーならぬ、キッチン、なんだっけ。食べる人はなんて言うんだろうな。と、京子さん、猫ちゃんたち愛されてますね。ねえ、どうなんでしょう。私たちの方が愛してるわよって言われそうな気がする。てったまさん、猫ちゃんのご飯の方が手が込んでるかも、確かに。
確かに。ただまあ、そうは言ってもな、混ぜるだけっていう感じ。だから時々手作りご飯作ろうとするときには、そっちの方が手が込んでるけどな。茹でて、裂いてとかさ、ミキサーにかけてとかあるからさ、それなのに食べないっていうのがあるけどな。だからもう、いつも作るわけじゃないからさ、食べてくれればね、作るかもしれないよ。いや、これだけ手かけてもね、あんな喜んで食べてくれるんだったら、じゃあ作るかっていうふうにさ、まあなるかなと思うんだけど、全然食べてくんないからさ、もうたまに気まぐれで、これなら食べるかとか、たまには食べてくれるかと淡い期待をして作るんだけれども、絶対に食べないっていうね、ことが起きるんでさ。だからまあ、そんなしょっちゅうね、やってるわけじゃない。いつもは缶詰開けるか、カリカリ出すか、みたいな感じなんでね。そんなに手が込んでないけどな。ぴょんさん、納豆のタレは賞味期限短いので注意です。タレは使わないけどな。ケンタマさん、ピヨンさんの得意料理は何ですか？そうだね。なんかお料理上手そうだもんね。うん、それで今日はなんだっけ？何作ったんだったっけ？あ、ピクルスか。そう、この前、買ってきた、ズッキーニ、ちっちゃいズッキーニのね、セットと玉ねぎがあって、で、お腹が空いてたんだよね。で、お腹が空いたなと思ってさ、どうしようかなと思って。で、玉ねぎと、ズッキーニのピクルスかなと思ってさ、今日はピクルスを作ったんだよね。でもまあ、なんかちょっと味が、微妙だったので、半分は食べたんだけど、味変しようかなと思って。で、じゃあツナでも入れるかと思って、ツナ入れて。で、なんだっけ、白滝か。でっかい白滝ね、備蓄してたやつ。もう賞味期限さすがに切れたんだけど、それが1個残ってたんでね。じゃあこれ使っちゃうかと思ってさ、白滝ね、半分入れて、で、食べたんだよね。たださ、その調味料、ピクルスに作った時のね、調味料がさ、汁が残ったんで、もったいないからさ、高い調味料使ってるんで、もったいないので、で、この汁をね、吸うのは何かなと思って。で、海藻サラダの、元というかさ、海藻サラダの、乾燥してるやつ、備蓄用にね、買ってあったやつ、まあ、賞味期限、それも切れてるからね、使っちゃっていいかな、みたいな感じで、それ使って、戻してね、で、それで、そのピクルス汁、吸い込むかなと思ってつけてみたんだけど、まあね、半分ぐらいは吸ってくれたけど、それでもまだ残ってて、もったいないなと思ったけど、まあ、だいぶ吸ったからいいかと思って、今日はもうこれ以上、こねくり回すのはやめとくかと思ってね。あとは、捨てましたって感じかな。と、ピヨンさん、私の得意料理、焼き魚をすげえ。焼き魚得意とか、すげえな。もつ鍋、すげえな。手が込んでんな。お好み焼きをすげえな。手が込んでるな。焼き、魚さばき、酒のつまみ全般やな。すげえな。想像以上だったな。料理人だね。プロだね。天玉さん、今夜は納豆オムレツを手が込んでんだ。焼きナス、あと、鮭を焼きました。すげえな。みんな料理人だな。プロだな。プロだな。天太さん、ピヨンさんは魚さばけるんですね。ね、それだといいよね。サバイバル生活できそうだよね。魚釣ってさ、さばいて焼いて食べれたらさ。
もうね、お金稼がなくていいじゃん。それだけで生きていけんじゃんな、魚さばけたらな。てーたまさん、松田さんの得意料理は何ですか？それ聞きたいな。それ聞きたいね。時短料理、ね、手抜き料理聞いてみたいな。そう、あと、なんだっけな、なんか言おうとして忘れちゃった。大樹さん、冬子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。ね、なんか、魚で、そうそうそう、思い出した。そうで、ワタミのさ、クレカっていうのかなを、作ると、お食事券がもらえるわけよね。で、まあ、最初は、誕生日月かな違うかな普通にただ、7月ぐらいに来るんだったかな忘れたけど、申し込んだ時が7月だったのかな、忘れたけども。まあ、最初は2000円のお食事券、1000円だったってな。1000円のお食事券プラス500円の食事券が5枚来たんだよね。で、まあ、それで、使えるお店半分行って、で、去年ね、残りの行ってなかったお店半分行って、で、全店舗対象のお店は行けたんで、で、また送られてきたわけよ、それね。で、まあ、全部行っちゃったからな、なんて思って。で、今までその全部行った中でどこが良かったかなっていうふうに考えるとさ、新宿の和食のお店がね、まあ一番良かったなと思って。まあそこに5回行くのもまあめんどくさいけれども、まあそこで利用するのが一番ね、いいだろうな、なんて思って、じゃあ、今年もらった5枚の券はそこで使うかなんていうふうに思ったんだけど、なんかないんだよ、その対象に。あれと思って。ないなぁと思ってさ、なんかすごい、もう老眼だからさ、老眼だし、あと似たような名前、まあ似たような感じの店が多いっていうのかな。似たような名前が多いからさ、あれ、なんか、なんて店だったっけなんて思って、あれ、どこだなんて思って、すげえよく見たんだけどさ、やっぱりないんだよね。なんかやっぱりないんでさ、と思って、対象から外されたのかと思って、あそこが一番コスパいいなと思ってたのに、なんだよと思ってさ、じゃあ、この何食事券、いらないもういらないかなみたいなね。なんかちょっとがっかりっていう感じだったな。せっかくお食事券ね、また届いたはいいけどさ。だからこれが1年間有効だったらまだね、のんびりっていうのかな。利用することができるんだけどさ、1年間ではないんだよね。1月の末までだったっけな。そうすると、7、8、9、10、11、12日。まあだから半年間ぐらいか。んでね、消費しなきゃいけないんでさ、結構なんだ、月1ぐらいで使わないと、ね、消費できないんでって感じなんでさ、なんかもう、なんで行きたいとこないじゃん、みたいな感じなんだよね。大樹さんこんばんは。今夜は LINE で会食してますか？レベルアップした。会食か、いいね。てんたまさん、ワタミの和食ランチですかね。そうそう、和食ランチかなと思ってたのにさ、お店ないんだもん。カニタンさん、料理男子の集合場所は、ここですか？ねここですか？てんたまさん、カニタンさんは、オーブン料理が得意なイメージです。そうなんだ。すげえな。オーブン使いこなせるのすごいな。ねピノさん。子供の頃、お食事券をお食事券だと、勘違いしてた。してた。私もしてました。カニタンさん、
煮込み料理、が好きです。そうだね。美味しそうだね。ね、だから、ないっていう話でしょ。損したり得したりって話してたんだっけ。そう、だからさ、未だに、納得がいってないんだけど、納得がいってないんだけど、どうしたらいいのかわからないのが、Unext な。Unext がさ、無料だからつうから利用したのにさ、利用料金がさ、引き落とされてるっていうけんな。2000いくらとかすんだよ。そんなにいいと思ってさ、そんなにすんのと思って、話が違うにも、ね、ほどがあるよっていうぐらいでさ、ちょっと騙されたよって気分でさ、納得いってないのがまず、マイナス2000円じゃん。マイナス2000円じゃん。で、ね、そうやって、食事券が来たけれども、ただね、使いたいお店がないっていうやつと、ただあれか、その車めちゃね、15%引きで買うのかなと思ってたのが、20%引きで買えたよっていうのが、ちょっと気分的にプラスじゃん。みたいな。でさ、au Pay の残高がさ、400円ぐらいあったのかなと思うんだよね。で、ポンタポイントがなんかもうすぐ200ポイントかなんかになるんで、で、100円単位かなんかで、なんかチャージできる感じだったよね、今ね。で、なんか前は全部できた気がするのにさ、端数まで。なんかいつの間にかその100ポイント単位になんかなってるなと思って、使えねえなって思ってたんだけど、だからそのキリがいいところに行くまでさ、貯めてたわけよね。で、まあ、ポイントが200ポイントになったら、その au ポイント、残高のところにさ、チャージしようと思ってたのにさ、なんか au ポイント消えたんだよね。0ポイントになったんだよね。だからさ、なんだろうなと思ったわけ。で、ね、なんか au カードかなかなんかと連結するとかっていうのがあって、なんだろう、これすればまたポイント戻ってくるのかなと思ってさ、それもまあまためんどくさかったんだけどさ、ようやくやったんだけど、なんか何にも変わらないんだよね。何にもポイントがさ、戻ってこないってさ、おかしいなと思って今日もう一回さ、めんどくさいけどと思って取り組むかと思ってさ、やったんだけど、結局戻ってこないわけよね。もう au 嫌だ。もう au 嫌だ。もう au いらない。au 捨てたい。みたいな感じになってさ、今日さ。だからね、ちまちま食べた。もうすぐ200ポイントのさ、ポンタポイントしかないわけよ。だから本当だったらその au Pay が合計で600円分ぐらいになるから、まあそれで黒豆茶をさ、変えたらいいなと思ってたのにさ、それで使えなかったわけよね。もうこういう煩わしいのがさ、このな、電子決済系、突然消えたりとかするし、突然ログインできなくなったりとかするし、あとはなんだ、アカウント乗っ取りとかさ、もうめんどくせえよな。めんどくせえよなっていうね、感じで、もう au 捨てたいみたいな、感じで、だからね、マイナスが多いわけよ、それな。マイナスの方が多いわけ。プラスは何、20%オフのクーポン。もう、みたいなね、感じだよな。はい。今日も順調に、文句が続いております。なんだったっけ。煮込み料理ですね。京子さん、得意料理は餃子をみんな手が込んでるな。お料理上手が集まってた。天ぷら、肉じゃが、ハンバーグですかね。家族からよくリクエストあるものをあげてみました。お料理上手だな。
カニタンさん、餃子いいですね。ああね、餃子好きな人多いよね。てんたまさん、松田さん、餃子はキャベツ派ですか？白菜派ですか？京子さん、キャベツ派です。てんたまさんはどちらですか？てんたまさん、自分は白菜派ですね。てんたまさん、カニタンさんはどちらですか？カニタンさん、キャベツです。実家も行きつけの店。行きつけの店。ぴょんさん、餃子作ってくれるお母さん、最高やな。本当だね。てんたまさん、すみません。昔、au ショップで店長やって、店長すげえ。店長できんだ、すげえな。店長やってました。てんたまさん。キャベツ系の方多いですね。あ、確かに私も白菜で作るっていうのは知らなかったからね。うちも多分母親が、まあ本当にめったに作ることはないけど、確か作ってたのを見る限りは、キャベツだった気がするよ。白菜は知らなかったもんね。だから、ああ、そっか。別に白菜でもいいのかなんていうふうに、まあ思って、ただ自分で餃子作ることは母親よりもさらにないけれども、さらにないけども、まあ作るとしたらその時になんだ、残った具材を入れて餃子にしちゃえばいいかみたいな感じなんで、わざわざ餃子作ろうと思ってその素材を揃えるってことがないんで、多分キャベツを入れることが、そんなっていうか多分ない。なんか、なんだろうな。えっと、ナスとか、全然キャベツとか白菜とは程遠い野菜で、なんか餃子をおそらく作ってると思うよ、私の場合な。あとは、なんだ、かぼちゃとかな。そんな感じだった気がするな。で、au ショップ。au ショップだが話広げらんないな。au いらないって話と、あとなんだ、Facebook いらないって言ってたのか、この前な。Facebook いらないって言ってて、今度は au いらないって言ってね。もうどんどんミニマリストになっていくっぽいな。タロットカードタイムにしようかね。はい。で、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。このシャッフルは皆様ストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。で、今日は農協行って、きゅうり買ってきた、今日は。今日はきゅうり買ってきたよ。今日は巨大なきゅうりがね、黄色くなっちゃってるやつ。3本100円であったんで、今日はそれを買ってきましたね。京子さん、カレーを作るときは、冷蔵庫の残り、残菜、後で見えないぞ、整理の日になります。確かにそうね。けんたまさん、家庭的でいいですね。私は冷蔵庫の中に野菜があることがほぼない。食べ物が冷蔵庫の中にあることの方がほぼないんでね。なんか残り物の整理っていうことがほぼないんだけど。そうだな。カレーを作るときはというか、そう、嫁やってたときはさ、牛乳をね、取ってる家だったんだよね。牛乳を取ってる家なんだけど、みんななんか牛乳はお腹が弱いみたいで、なんかね、飲まないんだよね。飲まないくせに、牛乳取ってて、だから常に賞味期限切れの牛乳、手つかずの牛乳が冷蔵庫に入ってて、だからそれを消費するためにね、まあ、いろいろとありとあらゆる手でね、消費を頑張ってしてたんだけども、
で、カレーに入れてやったわけよね。そしたらみんな喜んで食べるから、もうこりゃいいやと思って、だから牛乳の処理のためにカレー作ってた。嫁やってた時はなっていうね、感じ。テンタはそう家庭的でいいですね、読んだんだな。確かに、大吉さん。はい、LINE でリアストップ、ありがとうございます。LINE でリアストップの会食のメニューは何だろうね、気になりますな。というわけで、大吉さんから LINE でリアストップいただきましたので、ここから6枚をきまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード。本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。豊かなカードだ。やりましたね。キンキラキンですよ。金欠だって言ってたらな。カードの方は、豊かそうだな。実際そうであってほしいな。しょっぱくてうまいな。お腹空いてっかな。ペンタクルの10でございますかね。ペンタクル、10。はい。これは逆位置かな逆位置、正位置、どっちどっちだかわからない。正位置でいいのか。人間がいるから、そうだな、正位置だな、これな。天玉さん、自分は、プライムジャワカレーの中辛に、コーヒー豆乳入れますね。へえ。ピョンさん、家庭菜園で作るきゅうりは反り返ってしまうけど、スーパーで売ってるのはなんであんなまっすぐなんだ？まっすぐのやつを集めて、曲がってるやつは出荷してないからじゃないのか？てんたまさん、食堂車でラインデリア会食。いいね。ラインデリア会食オフ会決定だな。どうした今日は BL タイムではなくて、今まで仲まじくね、毛づくろいしてやってると思って微笑ましく見てたのに、今、睨み合いになっているよ、うちの男子。珍しいな。睨み合いして。マチャがクータの耳を噛んだんで、クータが黙っておれなくなって、マチャを噛もうとしているのかな。まだでも噛んでないからな。マチャが一個悪い。テントさん、ピオンさん、それは、まっすぐなものを選んで出荷しているからではね、そうだよね。ピオンさん、テンタマさん、なるほど、そうか。家庭菜園だと作ってる量が少ないからね、曲がってるものばっかりになるかもしれないけど、プロはね、たくさん作っていくからね、まっすぐなやつだけ選んで、ね、そんだけの量になるんだと思うよな。京子さん、訳ありきゅうり、安くていっぱい入ってるので、この時期は重宝しますね。全然曲がっててもさ、まずくなければ、味がまずいとかさ、なんか傷んでるとか、そういうことでなければな、もうね、毎日のようにきゅうり食べるかな、夏場はな、きゅうり食べたいなって感じだもんね。なんだっけ、ペンタクル10。これは政治かな金貨の数と、はい。長いな。意味、正位置。正位置のペンタクル10は恋愛、家庭、仕事、経済など、人生のすべてにおいて強固で安定性のある基盤、そして安全と、幸福を表しています。
争いや面倒な事件が起きない、平和で安全な日々を表し、家族との関係で、特に家族との関係で、なんか2回書いてあるぞ。満たされた時間を過ごすことができるでしょう。すべての、ちょっと戻ってきて。ペンタクルのカードに言えることですが、経済のことに関連しているので、相続、周囲からの支援、ビジネスなどのジャンルで、後期、到来が訪れるかもしれません。また仕事や恋愛についても、そんな家族的なムードが良い結果を与えてくれると、カードは教えています。ということは私には関係ないカードだな。恋愛で出た場合、うーんと、彼の気持ちまとめ。物質的満足、現実的な感性という意味が最大限、表現されたカード。超過した物質のエネルギーをあなたはどう扱い行動するか考えるべき時です。やった。魂の成長という面では、ペンタクルの10は、あなたが人生のあらゆるフィールドで平和と幸福を乱していることを教えてくれました。あなたの魂の旅は、あなたをこのすべてが成熟した知恵と導いてきました。あなたは今まで生きてきた中でたくさんのことをやり遂げてきたはずです。それはあなたを真実、幸福にしてくれているでしょう。この状態を十分に楽しんでください。はい。そしてその幸せをあなたを囲んでいる人々とシェアしていきましょう。また愛を表現していこうぜっていう感じのカードだったね。はい。豊かさをどう生かすか考えるべきタイミングですよっていうね、嬉しいカードでございましたね。楽しんでいただけてたら幸いでございます。と、天玉さん、野菜なんて多少訳ありでも安ければそれで十分。京子さん、我が家の柴犬もキュウリ好きです。犬は野菜食べるからね、そうだね。なんでも玉ねぎじゃなければ犬が食ってくれるよな。ピョンさん、ヒカキンコマーシャル入ってマジか。ヒカキン、私にどんな関係あったかな？猫かな？猫関連で出てきたのかな？なんか食べ物系であったんかな？ヒカキン関係するの。天玉さん、柴犬ってキュウリ食べるんですね。ね、犬は野菜食べるもんね。カニタンさん、私もびっくりしました。ヒカキンコマーシャル。京子さん、皮を剥いて一番美味しいところが好きみたいです。そう、贅沢だな。てんたまさん、それは一番美味しい。そうだね。料理人の人は、きゅうりは皮剥いて種取らないと絶対嫌だって言ってたもんね。てんたまさん、自分、ヒカキンの動画見たことない。そう、大して見たことない。ヒカキンっていう人のね、存在自体は知ってるけどね。全然見たことがないわけではないけど、ただ多分相当長いことやってるしさ。あと、最近は違うかもしれないけど、毎日投稿してた人じゃんか。そう考えるとね、なんかもうちょっと見ても良さそうな感じだけど、なんか今までに多分ヒカキンの動画って3本ぐらい3本ぐらいしか多分見たことないんじゃないかなっていう感じなんでね。だから、なんか割合的には、少ないかなっていう感じ。課金自体は知ってるけどね。いい人だとは思うけどね。なんかそんなに見たことないかなっていう感じかな。あと、何の話だっ
け、犬の、野菜。そう。ちらっと見たけど、登録したいと思わないヒカキン。そう、なんかね、登録してまでいつもいつも、見たいっていう感じじゃなくて、まあね、たまには見てもいいか、みたいな感じで、まあ見てみるけど、みたいなね。なんかそんなずっとずっと、チェックしておきたいっていう感じではないからね。てんたまさん、見てない、人は見てない説。そうだね。見てる人はね、ずっとね、隅から隅まで見るんだけどな。まあ、他のチャンネルであっても、それはそうかもしんないけどさ。そうで、さっきさ、スーツさんの動画見たわけよ。知らなくて、私は、スーツさんがさ、免許取ってたなっていうのは知ってたんだけどさ、それをなんか2時間かなんかで返納したんだって。そら知らんかったと思って。なんかすごい一生懸命さ、学校通いながらさ、ハードスケジュールの中さ、わざわざね、その遠くから飛行機だか新幹線だか乗ってさ、教習所通ってたなっていう動画はさ、見たんだけどさ、その後免許取って、で、それ2時間かなんかで、返納してたっていうの知らなくて、そうなのと思ってさ、知らなくて、サムネで20代で免許を返納した男の、後悔みたいな、そんなサムネだったわけよ。だから、スーツさんの動画だとは知らなくて、で、20代で返納した人いるんだと思って、で、後悔してんだと思ってさ、どうしたのと思って見たら、スーツさんでさ、そうだったのと思って、すっげえなと思ってさ、いや、潔いなと思ってね。すごい、その潔さな、見習わないといけないんだろうけれども、なかなか私はね、諦めが悪いんですよって感じでございますよ。フィオンさん、藤子さんのコンテンツが断然面白い。そうやって言ってもらえると励みになりますよ。ありがとうございます。てんたまさん、免許返納わら、そうそうそう。返納したのと思って、いや、すっげえなと思ってさ、いや、さすがだなって思ったよね。てんたまさん、ピヨンさんが一番のファンですね。いやいや、皆さん、一番のファンでいてください。お願いします。てんたまさん、自分に免許は必要ないと言ってましたね。まあそうだろうね。だから返納したんだろうけどもさ、いや、潔いよなと思ってね。いや、せっかくそこまでして取ったんだったらさ、とりあえずね、持っときゃいいじゃんとか思うのにさ、返納したすげえなーと思って、ちょっと衝撃でございました。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、明日はね、そのお出かけチャンネルの方は、プレミアはね、お客さんが来る時間とかぶってるんで、プレミアはできないから、普通に公開されますので、皆さん、8時に集まってみてください。で、ライブの時間は、お客さんは帰ってるはずなので、延長されなければね、ライブは出てると思いますので、ぜひ明日の10時もお付き合いくださいませ。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、夢見てね。おやすみなさい。バイなら。